皆さんこんにちは、レトゲビーキです。今日はレトロゲーム、最近購入したレトロゲーム紹介していきたいんですけども、先日石川県に行ってきまして、石川県のブックオフ石川七尾店に行ってきました。とんでもない値段で、購入してきたものがあります。それがこちらのゲームボーイカラー本体。こちら購入金額がなんと110円でした。これは正直びっくりしまして、最近ブックオフの店舗でもジャンクボックスを置いてる店舗が結構増えてきてるんですけど、そちらのブックオフにもジャンクボックスありまして、一通り見て帰ろうかなと思った時にこれが目に入りまして、もうちょっと思わず嘘でしょと思ってしまったんですけども、正直びっくりしました。今普通にお店で買おうとしたらこの箱付きだったら5000円以上は絶対するものなので、状態によってはもちろんそれ以上するので、これは本当にびっくりしました。で、箱だけなのかなと思って買ったんですけども、しっかりやっぱり中も入ってる重さで、これはちょっと、ジャンクとはいえ、どういう状態なのかまだ見ていないので、開けて、確認してみたいと思います。で、箱自体も意外と綺麗でですね、そこまで汚れとかがなくて、この箱だけでも十分良かったんじゃないかぐらいの綺麗さです。じゃあちょっと中も見ていきたいと思います。こちらがゲームボーイカラー本体ですね。なんか中の液晶が液漏れですかね。結構もうガビガビになっていて、ちょっと液晶自体はちょっと使えなそうな感じですね。ただこのボディ自体はなかなか綺麗な状態で、液晶以外はそこまで汚れがないんじゃないかなと思います。ちょっと電池を入れて起動するかやってみたいと思います。今電源入れたんですけど、ちゃんとつきますね。画面はちょっと見れないんですけど、音は鳴っています。今ポケットモンスター金を入れてみたんですけど、なんか映ってますね。なので、液晶を変えれば全然普通に使える状態のようです。なので iPS 液晶とかに交換する用のものとしてちょっと使ってみようかなと思います。ちなみに説明書もちゃんと入ってました。結構こちらの状態も綺麗で、ちゃんとこういった取り扱い注意の紙も入っていました。なのでこれは本当に大当たりというか、箱と説明書だけでも100円では絶対買えないので、いいものが買えたなと思います。はい、続いて購入してきたものはこちらのポケットピカチュウです。こちら購入金額は110円でした。こちらも同じブックオフのジャンクボックスに入ってまして、これもポケットピカチュウ動けば今でも2000円以上はするので、ちょっと動作確認して動いたら嬉しいなと思うんですけど、ちょっと電池を入れて試してみたいと思います。はい、今電池を買ってきました。電池の方が本体より高いんじゃないかっていう感じですけど、じゃあこれを入れて
つくかどうかやってみたいと思います。はい、今電池を入れたんですけれども、ちゃんと映ってますね。ポケットピカチュウっていうロゴが映っております。じゃあちょっと動かしてみます。時間の設定から入るんですね。ちょっと7時にしてみましょう。ピカチュウが出てきました。これは何をするゲームなのかちょっと全くわからないんですけども、たまごっちみたいなゲームなんですかね。でもちゃんと動きました。ちょっと遊び方がよくわからないので調べてやってみたいと思います。はい、今見たらピカチュウがご飯を食べてますね。なんか時間によってこのアニメーションが変わるようなんですけども、ちょっと、今後やってみてどんな風に遊べるかやってみたいと思います。はい、続いて購入してきたものはこちらのゲームボーイポケットのブラック本体です。購入金額は3980円でした。こちらは先日ご紹介した、偶然見つけたゲームショップの、ブックマーケット A2 坂戸店さんに、また行ってきまして、もう素晴らしいお店で、やっぱりこの品揃えと値段のバランスが非常に良くてですね、もう今年行ったお店の中では個人的にはもうナンバーワンじゃないかと思うぐらい、いいお店でした。でそちらでまた購入してきたんですけども、こちらのゲームボーイポケット、かなり状態が良くてですね、ちょっとお店で見せていただいたんですけど、なかなかここまで綺麗な状態のものも見かけないので購入してきました。じゃあ状態もちょっと見てみたいと思います。はい、今フィルムを剥がしました。本当に画面も傷ありって書いてるんですけど、全然わからないぐらい綺麗で、結構ボディもそこまでスレとかもなく綺麗な状態です。ちょっと電池を入れて動作確認してみたいと思います。はい、今電池を入れました。じゃあちょっと起動してみたいと思います。ちゃんとつきますね。音もちゃんとしっかり出ています。今ポケットモンスター銀を入れてみました。はい、ちゃんと起動するようで良かったです。すごくいいゲームボーイポケットが買えたんじゃないかなと思います。はい、続いて購入してきたものはこちらのゲームボーイ用ソフトポケットモンスタークリスタル2本と任天堂64のポケモンスタジアム金銀、このセットで購入してきました。価格がですね2178円でした。こちらは先ほどご紹介したブックマーケット A2 坂戸店がある、割と近くにありますトレジャーファクトリー鶴ヶ島店というところで購入してきました。これポケモンクリスタルって、ポケモンの中でも結構レアな、部類に入ると思うんですけども、このクリスタル1本でもこのソフト単品で1500円ぐらいするんじゃないかなと思って、なぜかそれがこの2本入って、しかもこの64のポケモンスタジアムも入ってるっていうことでかなりお得なんじゃないかなと思って買ってきました。ちょうどクリスタルだけ、持ってなかったので、すごく良かったです。
ちゃんと起動しました。ソフトの方は大丈夫そうです。はい、最後に購入してきたものはこちらのストリートファイター02プレイステーション用ソフト、購入金額は528円でした。もうこちらは思い出のゲームで、私が中学生ぐらいの時にこちら発売したんですけれども、ストリートファイター2の主人公の竜と剣などがこう若い頃の姿でこう出てくるっていうのはとても新鮮で、こういう新しいキャラクターも出てきたりですとかですね、すごく、新鮮に遊べたゲームで相当ハマりまして、ずっとやってました。でこちら帯付きで非常に状態も綺麗そうだったので、ちょっと飾る目的で、買ってきました。もちろんプレイも、できたらいいんですけど、ちょっと傷ありっていうことなので、この帯付きというので、買ってきました。でちょっと開けて、状態も見てみたいと思います。こちら説明書もちゃんと入ってますね。このさくらっていうキャラクターがやっぱりすごい人気で、当時も使ってる人が多かったですね。もうキャラクターがどれも魅力的ですごく面白いゲームでした。はい、で今開けたんですけれども、ちょっととんでもないことに今気がつきました。これですね、ソフトが違いますね。私立ジャスティス学園のアーケードディスクが入っておりました。なのでストリートファイター02ではありませんでした。正直ディスクはどこでも買えるっちゃ買えるので、ちょっとお店に問い合わせるのもちょっと大変なので、今度、ストリートファイター02ディスク目当てにちょっと買おうかなと思います。結構こういうのは、あるあるなので、値段も安めだったので、しょうがないかなと思います。帯があったので良かったんじゃないかなと思います。はい、こちらが今回購入してきたものでした。やっぱりこのゲームボーイカラー箱節付きで110円っていうのが一番の驚きで嬉しかったですね。でこのポケットピカチュウもちゃんと起動したのが、嬉しかったです。で全体的に、状態も良くて、値段も比較的安く買えたので良かったなと思います。で今年ももうすぐ終わりですけども、来年も引き続き、レトロゲーム買っていこうと思います。今回もご視聴いただきましてありがとうございました。